皆さん、こんにちは。ロサンゼルスからお送りしてます。今日はですね、共同親権についてもっと掘り下げてお話ししていきたいんですけれども、前回の動画で、福原愛さんが、共同親権って言われてるけれども、実際は単独親権だっていうことを言ったので、それについて細かいことが知りたい場合は、知りたい方は、リンク貼っとくので、見ていただけたらと思います。で、私がこの動画を撮り始めた理由っていうのが、あの、福原さんが実際は共同親権のルールをすべて無視して何もしてなくって、法的に裁判所でやったら夫の単独親権のケースだってことなんですけど、共同親権っていう言葉だけがすごい先走って、いろんななんかそのニュースとかのコメントを見ると、皆さんがなんか共同親権だからこうなったんだ、共同親権だからいけないんだ、共同親権はやっぱり入れない方がいいんだみたいな、すごく共同親権に対してネガティブなコメントを見たんですね。で、今回の件で福原さんが共同親権導入を遅らせたら、もうすごくムカつくなと思って、共同親権は日本でもう一刻も早く入れてほしいので、取ってます。で、共同親権を入れると、もうすごくメリットがあるんですね。で、そのメリットと、を最初に説明して、その後に共同親権がどういうふうにやるかっていう説明させてもらいます。で、まず、大きいメリットが2つあるんですけど、まず1つ目のメリットが、児童虐待死、もう児童虐待じゃなくて、日本の場合は児童虐待死でも死に至ってますから、そのケースがものすごく世界でも多いです、日本は。で私、毎朝、毎日、アメリカと日本のニュースチェックしてるんですけど、まあ、日本はもう、1日おきぐらいに、もうものすごい、むごいいじめられ方っていうか、もう、むごい、もう本当に考えられないような、鳥肌が立つような、虐待をされて死んでいくお子さんのニュースを見て、もう本当心痛めてます。で、その共同親権を入れたら、お父さんとお母さんが密に子供が行き来するので、子供がいじめられたら、虐待されてたら、お父さんに、例えばお母さんの恋人に、いじめられてたら、お父さんに痛いから言うし、お風呂一緒に入ったり、全身チェックしたら、もうあざとかですぐわかるんで通報して、で、お父さんの単独親権になるっていうふうにして、もう完璧に防げます。で、これ全部、この虐待死が行われてるのって全部お母さんの単独親権のケースですから。で、お母さんの新しい恋人が、やってるっていうケースなんで。で、これを見るときに、なんかその行政とか、日本の行政の人をすごく責めてるコメントとかも見たんですけど、そもそも日本全国の子供の面倒を行政が見れるわけないし、でかつ、その、全く強制力を持たせてくれてないんですよね、行政に。なので、ああいう犯人って、捕まる犯人って見ると、もうなんかすっごい、大体無職で、こわもての人たちで、もうあんな人、私が会っても怖いのに、そのちっちゃいお子さんがもうかわいそうだったなってすごく思うんだけど、行政の人がいけますよね。で、ああいう人が出てきて、いやなんかプライバシーとかあるんで、合わせられませんとか言うんだと思うんだけど、それに対してこっちは強制力がないから、あんな怖い人に言われたらもう帰るしかないし、で、しかも合わせないってことはもう100%虐待してますんでね。虐待してなかったら絶対合わせれるじゃん。だってそれですぐ帰ってもう終わるんだから。そうなので、あれは国が法律を変えて、もうアメリカでもウォーフェアチェックって言うんだけど、絶対に会わなきゃいけないようにして、それでもし、断ったら、じゃあ、刑法何条に違反するんで逮捕しますみたいな感じで、も市の職員と警察がタグを組んで会いに行く。で、会わせてもらえなかったらもうその場で逮捕みたいな感じで、そういうふうにもうシステム化っていうか、ルールを国が変えて、そのマニュアルを作ってあげないと、市の職員だけではもう絶対無理ですね。はい。なので、共同親権入れたら、まず虐待もなくなるし、虐待死もなくなる。もうこれはもう本当に重要なので、はい。で、2番目が、長年の研究結果とかでアメリカですごい普及してるんだけど、その、共同親権が普及してて、それのメリットが、その子供に対するメリット、別れた人たちが両親で愛情を持って育てたのと、片親で愛情を持って育てたのでは、もう全然、その子供に対する心理的なもの、いい影響、あと精神安定とか、そういう面でも研究結果がもうはっきりと出てますので、ぜひとも一刻も早く共同親権を入れてもらいたいと思います。それでは共同親権の具体的なスケジュールを見ていきたいと思います。で、一番ポピュラーな3つのスケジュールをここではご紹介します。で、法律事務所にスケジュールがあったんで、それをちょっと引っ張ってきて分かりやすく説明したいと思います。でまずは、2-2-3 custody schedule つって2日、2日、3日。なので、片方の親で、例えばママ2日、次パパ
日、ママ3日を繰り返していくっていう感じ。例えば、これ見ると、オレンジをママだとして、ブルーをパパだとすると、月曜日の学校が終わった3時にママが迎えに行って、月曜日の夜、火曜日の夜、いて、で、水曜日今度学校終わったらパパが迎えに行って、水曜の夜、木曜の夜パパといて、金曜日学校が終わったらママが迎えに行く。で、週末過ごして金、土、日、ママといて、月曜日今度パパが迎えに行くって感じで、223で交代していく感じです。で、これだと見てもらうと、週末が綺麗にお互い交換できるように、ママ、パパってなってます。で、これは、どういう人にいいかっていうと、まず、ちっちゃいお子さんがいると、やっぱり頻繁に両親と関わった方がいいので、ちっちゃいお子さんは、交換する頻度が高いスケジュールがいいっていうのと、あと家が近くに住んでて比較的交換しやすい人に向いてます。あとはですね、交換する回数がこれやっぱり、多いので、ものすごく。なので、やっぱり会うときに、あんまり険悪で、っていうよりは、会っても、その問題ない、頻繁に会っても、交換する際に会わなきゃいけないんで、頻繁で会っても問題ないっていう人に向いてます。で、次がですね、3443 custody schedule って言って、今度3443で交換していくスケジュール。で、これ見ると、じゃあママがオレンジ、日曜日の3時に子供もらって、日曜日の夜、月曜日の夜、火曜日の夜。で、水曜日今度お父さんが迎えに行って、学校に。で、水、木、金、土、日までパパで、今度、日曜日の3時にまたママが迎えに行って、でそれで、日曜日の夜、月曜日、火曜日、水曜日。で、木曜日に今度学校にパパが迎えに行ってって感じで交換していく感じになります。で、これだと、これ見てわかる通り、週末が全部ブルーでパパになっちゃうんですね。なので、ちょっとこれ不平等、やっぱり働いてると週末自分も欲しいっていうのがあるので、それで、向いてない人はこれを選ばないんじゃないかなと思います。そうですね。でも、これのメリットっていうのは、だからデメリットは週末が片方の親に偏ってしまう。でも、メリットは週に1回の交代で済むって感じで、やっぱり仕事が忙しかったり、何回も交換できないとか、相手にあんまり会いたくないっていう人は、これが一番交換数が少ないのでいいんじゃないかなと思います。で、次がですね、2255 custody schedule。で、これを見ると、まずママが月曜日の3時、学校終わったら迎えに行って、月、火、水、ママのとこいて、で、今度水曜日学校終わったらパパが迎えに行って、水、木、金。で、今度、金曜日学校にママが迎えに行って、で、金、土、日、月、火、水までママのとこにいて、で、今度学校にパパが迎えに行ってって感じでなります。で、これを見てもらうと、週末はちゃんと交代できてるんだけど、そうですね。長い。だって5日、だから2255だからね。だけど、これだからちょっと子供の年齢が大きくなったりとかして、もう片方の親から5日間離れても OK っていう子なら OK だけど、そう、子供の年齢によってちょっと向き不向きが。でも、このメリットはなんかシンプル。だから一番シンプルで、担当、担当する日にちが、例えばお母さんだとしたら、私は月曜日の3時から水曜日。で、それで金曜日渡して、金曜日戻ってきて、水曜日までいるっていう感じで、自分のスケジュールがシンプルだから、覚えやすいっていうか、そういうメリットがあるみたいです。はい。で、これがスケジュールで、こんな感じで、話し合って、決めてって、話し合いでお互いこれがいいねっていう決まればいいし、ダメだったら裁判官が、その状況を見て決めていくって感じになります。あとですね、祝日について話していきたいと思います。で、日本ってすっごい祝日多いって知ってました？すごい多いんだよね。で、アメリカはそんなにないんだけど、でも、例えば Thanksgiving、Christmas、New Year's ってこの3つは結構学校も休みで、まとまったお休みが取れる時なんですね。なので、じゃあこれは、奇数年度は、ママが Thanksgiving's New Year's で、パパが Christmas。で、偶数年度は、お父さんが Thanksgiving、New Year で、ママが Christmas みたいな感じで、お互いローテーションとかルーティンしていく感じだったりします。はい。引っ越しに関しては、例えばこの決められたスケジュールが、できる範囲の引っ越しなら OK なんだけど、もうちょっと難しくなっちゃうレベルの距離の引っ越しだったら、move away って言って、裁判所に、引っ越ししたいっていう申請をして、で、審議して判決がどうなるっていう感じなんだけど、基本的にジョイントカスタディで2人で育ててる場合っていうのは、難しいんじゃないかなと思います。で、単独でも申請しなきゃいけなくって、で、単独でも、やっぱり遠くに行かれちゃうと、ビジテーションで面会してるお父さんが、
単独っていうのは別に、なんて言うんだろう、50%、50%じゃない人たちはみんな単独なんですね。まあ、もしかしたら60%、40%でも、本当にきっちり50、50にやってない人もいるかもしれないんだけど、でも例えば73とかでお父さんが30%見てる人とかでも、単独親権になるからお母さんの7割見てる方の。で、そうすると、その30%をやりづらくなると、引っ越す、やれないぐらいの距離になってしまったら、引っ越しの申請をしなきゃいけないんだけど、でも、単独親権を持ってても、引っ越しが降りるかって言われたら、それはわからないんですよね。で、引っ越しのそのムーブアウェイっていうのを裁判所で申請するときには、なんかこの引っ越しが子供にとってどんなメリットがあるかってことを審議して、で、一発で判決が出るんじゃなくて、例えばもう1年とかかかったりして、何回も何回も繰り返し、審議して、で、最終的に決定が出るみたいな。だから福原愛さんが、連れてったのが、その、彼女は単独親権で、旦那さんが単独親権で実質育ててたわけだから、彼女が日本に連れて行って、日本で生活したいんだったら、ムーブアウェイっていうのを申請しなきゃいけなくって、日本に戻すことが、日本に引っ越すことがどれだけ子供にとってメリットがあることなのか。例えばその理由としては、よくあるのが、例えばじゃあ仕事がどこどこで決まって、私の年収が爆上がりするから、生活がすごく、生活水準が上がって子供にメリットになりますとか、あとは、例えば日本から来た人とかだったら、日本に帰ったら、日本の親とか親戚とかいろんな人があるので、そういうサポートが受けれて、子供もお母さんだけじゃなくって、いろんな人と、一緒に育つことができるみたいな。でも、お父さんこっちにいるんだったら、じゃあ、その人たちいっぱい増えるけど、実際愛する父親と話してしまうことが、子供にとってどうなのかみたいな審議で結構時間かかって、まあ、降りないこともあるし、降りることもあるみたいです。ちょっとそれの、成功率っていうのはちょっとわからないけど、かなり難しいと言われてます。はい。はい。で、ここで一つ、言わせていただきたいのが、悪い妻、悪い夫がイコール悪いママ、悪いパパではないということです。なので、自分は例えば浮気されたり、裏切られたりしてすごく傷ついて、で、だから相手に合わせたくないっていうのは、その自分にとっては悪い相手だったけれども、その子供にとっては、それが悪い父親になるか、母親になるかって言ったら、全然、その夫と、父親である能力って違うし、あとは、なんか、自分がもう会いたくないから、なんか相手を切った方が楽だからっていう感じで合わせたくないっていう考えになるんだと思うんですけど、でも、自分がじゃあ合わせない、もう自分の好きなように育てるって言ったら、自分は楽かもしれないけど、そのことをすることによって、すごく自分の子供を苦しめることになるので、自分が会いたくないけど、でも子供にとっていいから、会うっていうのは、どっちが苦しみを取るかだと思うんですよね。なので、自分が楽になるイコール子供が苦しむ。でも自分が元奥さんとか元旦那に会いたくない。でも自分が会って交換すれば子供にとってはの苦しみは取ってあげれるんですよ。で、これは子供の研究結果で、両親で育てることがどれだけプラスかっていうことも証明されているので、やっぱり自分のお子さんが、しっかりと、安定した、精神的に安定したいい環境で、素敵な大人になってほしいと思ったら、やっぱり自分が嫌だったとしても、そこは自分の気持ちを殺して、相手に合わせるっていうことをぜひしてほしいと思います。はい、それではちょっと長くなっちゃったんですけど、もしここまで見てくれた人がいたら、Thank you so much and I'll see you next time. Bye!